びててじゃ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 ーん。にゃんこでーす。今日はツインレイとマヤ歴と西郷さんっていう部屋と挨拶と私みたいなテーマでお届けします。今日のなんちゃねは西郷隆盛さんのツインレイで京子さんというマヤ歴鑑定をされている女性をチャネリングさせていただきました。京子さんはやんちゃねを受けるのは今回2回目で、1回目のチャネリングではアカデミックな講座をしている未来のビジョンが出てきていました。今回はそんな話も出てきます。前回のチャネリングは概要欄にリンクを貼っているので、興味がある方は見てみてください。はい。チャネリング前の雑談から始まります。それではどうぞ。ゆかさんたまにそのセッションとか受けたりするんですか？受けないです、私。そうなんや。だってもういらないの。セッションってあきこさんぐらいですよ、受けたことがあるの。そうなんや。うん。宇宙人って言われたんですか？宇宙人っていうかね、宇宙人っていうよりもなんかそれよりも変わってるっていう。エネルギー体って言われた。神ごとのエネルギー体でって言われたんですよ。桜島みたいな人、神ごとって言われた。神ごとの人。ね、そう、あきこさんに、確かね、チャネリングの、動画と音声をシェアしたら、西郷さんとこう、ね、こうなりましたみたいなことで、シェアしたら、わかるっていう。西郷さん、私も感じてたもんって言ってたから。わかってたのかって。そうなんや。うん。広い。マヤ歴のセッションされてるんですね。してますね。もう、で、今、講師もして、鑑定士を育て、本当にそのまんまだったの。やっぱり鑑定士育てる講師を今もうしてるんですよ、私。すごいのだから。1年後やったんや。うん。早っ。うん。時は、まだセッション受けた時は、鑑定士になるための講座を受けてる時だったから、講師になるって考えもしなかったんですけど。そうなんですか？うん。そうなんですよ。鑑定士にはなるよねって思ってたけど、講師っていう頭は多分ね、で、私の先生自体がそれをやってなかったんだよね、確かまだ。で、その終わってしばらくしてから講師講座も始めますみたいなことだったんで。そうなんや。現実化が早い、京子さん。本当にそのまんま。ねえ、私あれ思い越しても、あれ絶対マヤ歴やろうなと思ったんですよ。こっち小難しい勉強しないと。小難しいとか資料が多いとか言って。アカデミックな勉強しないとできないようなやつ。すごい。そうなんですよ。で、やっぱりね、マヤ歴がね、西郷さんの望みなんですよ、やっぱり。そうなの？あの人がね、暦をね、変えてるんですよ。暦を変えてる？今のグレゴリオ暦に変えてる人で。やっぱそれがちょっと狂わせたっていう人々の心だったり、意識を狂わせてるから、で、今もほら、政治をどうこうとか言ってる場合じゃないと。どうかね、社会がおかしくなってるのはわかるけど、ね、もうそんなね、政治とか社会の仕組みを変えようっていうのは、もう、無理っていうかね、そっから動かすの無理だから、暦を変えるのが一番早いっていうんですよ。そうなんや。だからね、マヤ歴なんだって。そうなんや。一番なんていうの、宇宙の仕組みに即しているもの。だから、そっちで行った方が早い。時を取り戻すって、私のマヤの、今習ってる教会があるんですけど、そこは先生にそのお話をしたんですよ、試験の時にね。そしたら、だってさ、西郷さんが暦変えた人だもんね、とかって。で、やっぱり私たちの教会の目標も、暦をマヤに変えるっていう。で、今のグレゴリオ暦が、物質的な発達には合ってるんだけど、だけどやっぱ人間の意識の覚醒を途中で止めるらしいんですよ。
私がさ、何をすればいいかって聞いたら、西郷さんに。結局ね、その時を取り戻すとね、愛を届けるっていうことしか言わない。しか言わない。もうそれだけでいい。もう本当だけそこだっていいんで。なんで、それがマヤ暦を使ってやるみたいな。面白い。そう。じゃあ今日何聞きましょう。今日はそれでですね、私たち多分、やっぱツインデーなんですよ。で、ツインデーってほら、別れてた魂が合わさって、で、また、一つの魂として何かを目指していくっていう形なんですけど、私たちがその合わさった魂が何を目指しているのかがなんとなくわかるんですけど。だから時を取り戻すと愛だろってそれしかないとは思うんだけど、で、そことマヤとの関わりが知りたい。西郷さんと京子さんのツインデーが何を目指しているのか。そうですね。時を取り戻すとね、愛を届けるって言って、届けるだよね。みんなに、ごめんなさい、愛の王国を作るって言ってるの、本当に。そう、それにはね、だからすごい男女の愛に、すごいこだわるんですよ。男女の愛が基本だっていう。すごいよ。だから本当に、本当にストレートに。もうそうです。愛の表現がストレートですか？だからこっちからも言えっていう。もうそうなんや。もうおのろけですね、それ今日。自分の気持ちをちゃんと拾ってっていうか好きだったら好きと言えってとかさ、どういう風に愛してほしいってちゃんと言え。そうなんや。それと生き方は一緒だよっていう。面白い。面白いでしょ。本当に自分がどれだけ好きなのかっていう、その相手を。言いなさいって、それはだから自分のやりたいって思う気持ちをさ、汲み取るのと一緒でしょって。そこをちゃんと感じ取って、そのまんま表現しろ。言うんですよ。面白い。それができないやつは、生き方も大したことがない。かっこいい。そんなところで制限つけるなっていう。もともと、ほら、宇宙から私たちは来てるわけだから、完璧な愛の世界を知ってるはずなんだよって。だからさ、それが今地球にいたら足りないと思うのは当たり前だろうがって。だから求めて当たり前なの。求めたら、それ以上の愛がちゃんと来るから。求めなさい。求めない方がおかしいっていう。足りないと思わない方がおかしいっていう。ほんと愛について学んだ1年間。そう、何においても愛がないのはダメって言いますね。セッションでもヒーリングでも、その愛のことを知らない人っていうか、その本当の愛を出せたり、受け取ったりする人じゃないと、もうダメですって言います。しかもそこは男女の愛なんですよ。もう私はもう今でも溢れてるので、もうわからないので。ものを言います。拾っていただいて。もう私の範囲を超えてるので、京子さんができたら何でもできる気がします。お願いします。西郷さんと京子さんのツインデーが何を目指してるかね。マヤとの関わりは何なのか。ぐらいですかね。わかりました。ちょっともう本当に私の範囲を超えてますので、みたいなのを言います。はい、お願いします。もう、こんな話してますけど、すごい現代の風景で、京子さんがスイムキャップかぶってプールで泳いでます。で、クロールやってるんですけど、すごい綺麗に泳いでる。無駄がないって感じ。すごい気持ちよく泳いでるし、ちょっと笑いながら泳いでて、すごい気持ちよくって泳ぐのが。使命に沿って泳いでるみたいな感じですかね。魂的に綺麗に泳いでるし、京子さんそれが分かってるから、それをすっごい楽しんでて、気持ちいいって言いながら、早いですしね。すごい早い。やっぱりちょっと無駄なことを考える人ってやっぱり、綺麗に泳げないんですよね。傷ついて、それにちょっとぐちゃぐちゃってそういう思いを抱いてしまったり、例えば、まあ、京子さんないかもしれないですけど、あの人クソとか思ったり、そういうのをやっちゃうと、やっぱりちょっとこう、心が曇っちゃうので、泳ぐスピードが遅くなったりするんですよ。そういう無駄がなくって、綺麗に泳いでます。水かなと思ったけど、ここ宇宙みたいです。
あ、宇宙。三次元的な水なんですけど、心的には宇宙を泳いでて、なるほど。すごい大きな流れに沿ってちゃんと泳いでるみたいです。うん。今世だけじゃなくってっていう意味。壮大ですね。ほんと壮大。一見水だから、他の人から見たら人間の一人であるし、物理的に言ったら、例えばセッションするとか、なんか講座を開くとかね。そういったところに見えるんですけど、魂のレベルで言うと、宇宙を泳いでるみたいな感じ。今二重に見えてるんです。水に泳ぎながら宇宙を泳いでて、水っていうのは三次元っていう意味で、宇宙は向こうの次元なんですけど、でも今何が言いたいかというと、宇宙的にすごく流れに沿ってるよっていうこと。そして魂が無駄がなく綺麗に泳いでるっていう意味。それをしかもものすごく楽しんでやってらっしゃるし、自覚があるみたい。スケールが違いますね、京子さん。スケールめっちゃ大きいみたいな。一見多分分からへんやと思う、三次元にいると。他の人から見るとね。だってやってることは物理的なことやし。今すごいクロールで泳いでたんですけど、あまりにも自由に泳いでらっしゃるので、ピラミッドにクルーって回って、自由に泳いでます。だから背中の反対側にバク転するみたいな感じで、しかもそれがね、右手をね、伸ばして、ものすごい綺麗に泳いでるんです。競技みたい。エンターテインメントみたいな感じ。でもそれは人に見せるためにやってるんじゃなくて、京子さんの思うままに泳いだら、ものすごい人を魅了するような動きになってるみたいな感じ。だから本当に競技やってるみたいに見える。でも競技って普通は得点取るために、この技を入れて、背中のここのラインをきれいに見せるためにピン張ってとか、そういったのを意識するんですけど、周りからどう見られるか、どういうふうに動いた得点もらえるか、みたいなのを意識するんですけど、京子さんは全然そんなの考えてなくて、流れに沿って無駄な思いがなく、ただ自分の魂の喜ぶことを沿ってやる。結果、めちゃめちゃ綺麗になったみたいな。だから本当の綺麗さですよね。人の目を気にしない。何よりも京子さんも本当楽しそうにやってる。それで、どうしたらもっと綺麗になるかなみたいな。どうしたらもっと気持ち良くなるかなみたいな感じ、試行錯誤しながら、ふふふふって言いながら泳いでます。これもいいなみたいな。こういう踊り方は想像もしなかったけども、これもいいかもみたいな感じで。本当に自由に試行錯誤してやってます。これを楽しんでやってます。で、それを楽しんでる自分が好きみたいな感じかな。楽しそう、京子さん。何これ。泳いでるんですけど、左上ぐらいに彼氏さん見守ってらっしゃってて。彼氏さん。ごめんなさいね。彼氏さんなんかなんでもね、一緒の夜とかじゃなくって、すっごいどっしりしてて見守ってるんですよ。すっごい楽しそうに泳いでらっしゃるし、京子さんを、彼氏さんが斜め上から、なんていうかな、イメージで言うと、ゼウスみたいな、すごい大きな神様みたいな感じ。すごいどっしりしてて、ニコニコしてて、京子さんがそうやってすごい自由に動いてて、泳いでて、試行錯誤するのも、その一個一個もすっごい楽しい。そしてそんな自分が大好きみたいな、京子さんをすっごい嬉しそうに見てらっしゃる。それでこそ自分のパートナーみたいな。本日かな。京子さんは自由に楽しんで泳いでるんですけど、京子さんの手の先をちょんって触って、もっとくるって回るようにする。京子さんはその触られた時にやっぱり好きな人だからすっごい嬉しいし、ポってなるんですけど、ポンって触ってくれたから、もっと気持ちよく回れるんです。早く気持ちよく回れて、その時にすっごい心が通い合ってるみたいです。すごいここの胸のところがいっぱいになるっていうか、そこが共同作業みたいな感じ。助けてるような、一緒に楽しんでるような、心が通い合ってるってみたいな感じかな。もう本当に普通の恋人ですよね、これは。基本的に見守ってくださってるんですけど、ちょんって触ってた時に、より一層身近に感じるっていうか、本当にいるなとか、一緒に何かやってるなとか、やっぱりシンクロがある時に、本当なんだなって。これメッセージだなとか、本当に一緒にやってるんだなって。それを感じた時はちょっと加速するんですよね。
でより愛に包まれてるっていうか、一人で泳いでるつもりだったけど、実は違う。本当に愛に包まれながら、愛のエネルギーの中、気持ちよく泳いでる。本当に自由にさせてもらってるみたいな感じ。だから、それをちゃんと京子さん感じてて、本当に今なんかこう、ピンク色みたいな感じに包まれて泳いでるんですけど、すごい中身が充実してる、京子さんの。だからすごいここの空間がすごい満たされてる感じ。京子さんも自分自身、自分で愛で満たすことができるし、で見守られてるのも分かってるし、共同作業をしているっていうのも分かってるし、かといって指図しないというか、干渉しないというか、自立してるんですかね、二人とも。そんな感じ。寄りかかってない。愛で結ばれてるのに寄りかかってないみたいな。すごい自立してる感じがする。今度、彼氏さんがあぐらかいて座るんです。今度、なんか巻物みたいな、なんか紙をわって広げて見てて、それですごい何か考えてるみたいです。この書かれてる文字を読みながら、これさっき言ってたマヤ暦やと思うんですけど、マヤ暦の何かが書かれてある紙があって、で、それを見て何かやりたいことがある。もちろん、かりさんすごいんですけど、物質的に体があるのは、そうですからね。だから、共同作業なんだけど、京子さんが実際に動くみたいな。で、どうやって京子さんとどういう風な動きをしたら、目標が達成されるか。なぜなら、京子さんと彼氏さんはものすごく心が近いから、しかも京子さんがすごいお綺麗なのでね、なんていうかな、人間っぽくないというか、精神的にすごく進化されてるというか、無駄なものはない、さっき言ったみたいに。そういうステージをもう超えてる方だから、そのサイコさんがやりたいっていうことを一緒にやる、すごいいいパートナーなんですよね。だから西郷さんがやりたいことを京子さんにやってもらう。だからもうさ、京子さんも導かれてるって分かってるんですよね。すごいうまいことやっぱりいろんなもの見せられてる。マヤ暦の講座にしろ、講師になるっていう講座にしろ、テレビ番組にしろ、彼氏さんがやりたいっていうことを、やっぱりうまいこと、メッセージが来てて、それを京子さんがちゃんと綺麗に受け取ってる。すごい近いから。だからね、さっき言ってたままですね、これ京子さん。そう。ね、これもう分かってるってことですよね、京子さんも。セッションしてる人ってなんか神様の道具になるじゃないですか。京子さんはその、神様の道具だけども、もう、この彼氏さんの道具であって、彼氏さんがやりたいことがあって、それをする最適なパートナーが京子さんであって、で、3次元の体があるのは京子さんだけだから、だから向こうの次元とこっちの次元を渡って、パートナーでやってるみたいな感じかな。だから、やっぱセッションいらないですよね、これね。言われたままかな。まあ、答え合わせみたいな。だからもう別に私が中に入らなくてもお互いちゃんと分かってるし、京子さんそのインスペクションちゃんと分かって受け取ってるし、だからさっき京子さんがセッションいらないっておっしゃったじゃないですか。その通りだと思います。これはもう決められてやってたみたいです。前から。こうするって。こういう担当で。だからわざわざ同じ時代に生まれてこなかったんですね。ああ、そういうことか。一緒の人間だったらできないから。あっちはあっちで担当があって、こっちはこっち担当がある。男女のパートナーでもあり、さっき言ってたツインレイみたいな、その何かを成し遂げる、一緒に成し遂げるパートナーでもある。そしてそれを次元が違うところにいる方が、そうした方が早いから。で、そうやって次元が違うけどもちゃんと感知できるっていうのが京子さんの凄さ。であり、彼氏さんが認める京子さんの大きさ。それでこそ自分のパートナーである。って思ってらっしゃる。壮大ですね、やっぱりね。次元を超えて一緒に何かを成し遂げる。去年お会いになったんですかね。はい、そうです。だからそこから本当の京子さんの仕事が始まるみたいな。約束してた仕事が始まる。そうですね。っていうような感じ。でもそれはしっかりちゃんと京子さん分かってらっしゃるので、
今更私が何を言おうとあんまり関係ないみたいな感じかな。だから次元が違うっていうか、普通の人の考えとは本当次元が違って、もう関係ないんですよね、次元なんて。そう言ってましたよね、この前。言ってました。言ってた。次元関係ないみたい。みんなわからんと思うけど。わからないでしょうね。こんなんわかれへんと思う。京子さんも彼氏さんも、どっちがどっちの次元におろうがもう関係ないんですよね。で、二人の愛に関しては、次元が違おうがもうそんな全然関係ないから、何も問題ないよねって。なんならこっちの方が便利じゃないですかっていう感じ。だからもうそんなちっちゃいことはもう二人とも気にしませんって感じ。質問が何を目指しているのか。京子さんが今前歴を教えてて、普通の暦じゃなくて、前歴の方が体のサイクルに、合ってるから、私たちが使ってる暦だと、こう、狂うんですよね。前歴を教えることによって、体調が整うっていうか、こう、生きるリズムが整うみたいな感じ。そうやって体調をなんか直すっていうか、こう、リズムを直すっていう意味で教えてるの。今まで不調をきたしてるんですよね。変な軸で刻んでるから、時を。前歴を軸にした方がスッキリするみたいな。無駄がないというか。体の中のエネルギーがきれいに通るみたいな感じ。そうやるといろんなことがうまくいく。西郷さんがしようとしてるのはそれで、その思いを京子さんが受けて、前歴を教えるんですね。瀬戸さんに教えるのもあれやし、教師を育成する。また広めてくれるわけやから、目的は広めることです。今までのカレンダー通りその流れに沿ってないから、そこですごい不具合ができてて、だから人とのいざこざが出てくるとか、そういった妬みとかの気持ちが出てくるとか、やっぱり全部ずれてるから、体の、例えば骨がずれてると全部の体に異常をきたす。マヤ暦の本当のその宇宙の流れに沿った、宇宙って人と一緒だから、その中のエネルギーの流れ、結局一緒だから、そこをきれいに前歴で時を刻むことによって、人のエネルギーもきれいに回る。そうすると、不純物がなくなるから、例えば争いとか、妬みとか、そういったその負のエネルギーを無駄に持たなくてよくなるので、すごく綺麗に回って、結果、愛が残るみたいな感じ。人はもともと愛でできてるから、不純物が取り除かれると、元の愛が残るみたいな感じ。だからエネルギーが綺麗に回ると愛が残るんですね。それを目指してはんのかな。なるほど。だから、京子さんは前歴を広めるお役目がある。この前歴を広めるということが、結果的にみんなのエネルギーを整えて、綺麗な流れに、宇宙の流れに、沿った流れ方をしてあげる。そうすると、結果、愛だけで生きられる。京子さんとか、彼氏さんとか、次元関係ないでしょ。どこにいようが、愛で結ばれてる。思いさえあればいい。本当は大事なそこだけ。その状態に持っていく。っていうのが目標。ただそれをね、例えば私はチャネリングやってるみたいに一人一人やってんのでもいいんですよ。例えば、お母さんとの関係で困ってる。お母さんにこんなん言われて悲しかった。でもこれはこういうことですよっていうのが、個人セッションで私がやってることなんですけど、で、草の根は活動でもいいんだけども、もっと大きなとこで全体的に変えるっていう方が早いかなと。こうやってみんなが負の感情を持ってしまう、京子さんみたいに愛だけで生きれない人たちがすごいいっぱいいる。それの原因が暦にあるのではないのかなと。そのエネルギーの流れを、暦を変えることによって、きれいに流してあげたら、本当に大事なのは愛であるっていう結論にもっと早くに行き着く。それをやるがために京子さんをパートナーにして、一緒にやる次元を超えて、っていうのがやりたいことかな。
京子さんと彼氏さんが手をつないでパリに向かって飛んでます。京子さんは剣女みたいな格好してて、羽衣みたいなふわふわみたいなのを着てるんですけど、すっごい光の方に向かってパートナーがいるっていうことと、最愛の人とこんなに素晴らしいことを共同でできることが、もうこれ以上の喜びないですよね。すごいと思う。二人の間に本当に愛があるんですよね。この愛を分けてあげてるみたいな感じかな、他の人に。ああ、それね、言ってましたよね。愛を届けるとか、愛を配るとか、なんか、いつもそう言ってる。そんな感じ、そんな感じです。でもそのままでしたね。時を取り戻す愛の王国を作るって、そのまま、本当にそうです。先に話聞くじゃないですか、質問で。で、実際にチャレンジングしてみるじゃないですか。で、全然違うのが出てくる人もいるんですよ。でも、京子さん、そのままでした。京子さん。ごめんなさい、そのままで申し訳ない。意外性が出てない。いや、よかった。そのままです。意外性別に意外性はなんかまあ、ありようがないなと思ってたんで、だけどビジョンという形で聞かせていただいて。京子さんの最初の説明を私の方が理解したって感じでした。というような楽しいチャネリングでした。最初、京子さんをチャネリングさせていただいたとき、この世界の仕組みというのは説明されてもきっと理解できひんようなもんなんやろうなって思いました。京子さんのマヤ暦鑑定、鑑定士育成講座などに興味がある方は概要欄にリンクを貼っているので見てみてください。今日のご飯はオムライス。にゃんこでした。